皆さんこんばんは、こんにちは。Hello、にょん、猫です。前回は私のオタクがオタクしていたオタク語り会でしたね。改めて、自分はオタクなんだなって思いながらね、編集していたんですが、今回は私が最近名実ともにね、Google の犬になったお話をしていきたいなと思います。ぜひ作業のお供に BGM にご自由にまったり聞いていただければと思います。さて、早速ね、今回のメインテーマ、なんと私、今月からね、脱アップルしました。というのもね、スマホがね、新しくなって、この度 Google Pixel 9a というね、機種に変えまして、晴れて名実ともに Google の犬になり下がったというわけです。私がなぜ Pixel 9a を選んだのか、実際の使い心地はどうかっていう部分をね、語っていきたいと思います。一応断っておきますが、私は解説系の話し方はできないし、解説系のね、YouTube もあんまり見ないので、解説を期待している方はご期待に添えませんので、あしからず。はい。ではね、なぜ私が脱アップルを決意したかっていう部分なんですけど、私がね、前まで使ってた iPhone っていうのが、実は7年前のモデルなんですよ。10R という機種なんですが、これがね、iOS からアプリから続々サポート終了してきてるんですよ。それは7年前のものだからね。今、新しい iPhone 使ってる人はさ、iOS26 とかでしょ？私まだ18で止まってて。なんか話題になってたね、ガラスっぽいデザインみたいなのはできなかったし、どうやらね、LINE のサポートも終わってたみたいで、なんか使えないフィルター機能とかあったり、通知が来ない状態だったんですよ、ずっと。ね、連絡ツールなのにね、連絡がつかないっていう状態で使ってて、夫からね、大クレームだったんですよ。早くスマホ変えなさい。メッセージ送っても気づかないし。って。で、とはいえね、別に7年前の機種でもね、オーバースペックすぎて、全く使いこなせてなかったんですよ。で、充電もね、そんなにいかれてないし、ただ、ネットニュースとかでね、セキュリティ的に危険って言われてる古すぎる機種に、ついに最近 10R も言及されるようになっちゃったので、機種変をね、考えねばならんと重い腰を上げ始めたんですが、こっからね、ちょっとアップルにね、唾を吐いていきたいと思います。アップルラバーの皆さんはね、申し訳ないんですけど、建設的な一意見としてお聞きください。まずね、10R に変えるときも、しぶしぶ納得したんですけど、背面のガラス、これいただけないです。割った人からね、修理で小銭を稼ごうという姑息さ、アップルのブランド価値下がりました、確実に。続いて、背面のカメラレンズが飛び出していること、これもダメです。最近のね、スマホの風潮なので仕方がないところはあるんですが、置いた時にね、ガタガタすることのストレスを考えたことがありますかと。ちょっとタイマーかけたいだけとか、簡単なね、スタンプ送りたいだけとか、いちいちスマホをこう持ち上げずに置いたまま操作することありますよね。その時にこうガタガタするのがね、本当にストレスで、私は背面のガラスをね割らないためっていうのと、
背面をフラットにするために iPhone に100均のケースをつけていたので、ガタガタに関してはね、ストレスフリーではありました。でも、洗練されたデザインがね、iPhone の強みだったのに、解約に解約を重ねてさらにケースまでつけないといけないこの仕様、ダメですね。洗練されたデザインにね、裏付けられるスマートさ、これが iPhone、Apple のいいところだったと思うんですよ。それにユーザーも価値を見出して、高くても Apple がいい、iPhone がいいってファンがついていたのに、しかもね、私はね、iPhone 17の背面のデザインを見て、完全に見切りをつけました。ギャラクシーに寄りすぎ。何ですかあの背面は。商売的に見てもね、最近はなんかこうちょっと高飛車感、殿様商売感強いよなと思ってて、その価格のね高さを超えてまで欲しいモデルではなくなってしまったなっていうのが私の印象です。カラーとかねスペックを考えると iPhone 14、14でも良かったんですが、14がね中古でもピクセルより高くなっちゃったんですよ。ちょっとはぁでしょ。せめてね、もうだって3世代前のモデルの中古なんだからそこは安くあれよっていうさ感じあるよね。ということでちょっとこの先の iPhone にね価格を上回る魅力を感じられなかったので Apple から離脱しようと決意しました。で、背面のフラットさとかデザインのシンプルさで、しかも現在の 10R と同じくらいの大きさでいいモデルがないかなと探していた時に見つけたのが Google Pixel 9a です。Pixel 9a はね、背面のカメラが限りなくフラット。そしてカラーもね、淡い紫があって全体のデザインもシンプルと。そして大きさも 10R をほんの少し縦長にした感じなのに重さがね 10R より軽いんですよ。で、充電もめっちゃ持つ。まあ私のね 10R に比べたらだいたいどんな機種でも未来のスマホなので、ということでね、私にとってはもうこれしか勝たんという選択肢だったんですよ。本当はね、年明けに購入する予定だったんですよ。ブラックフライデーの後だったので、価格も安くてね、夫が出資者だったし、少しお金の流れの問題もあって、正規の Google ストアでね、安く買おうって思って、年明け、さあ、買うぞと思ってね、Google ストア開いたら、1万円も値上がりしたんですよ。なんで？結局ね、年明けは Google の価格調整が入るみたいで、なんかその関係で値上がりしたと。言っといてくれるっていう感じ。で、なんかいろいろ情報収集したら、次の値下げ時期は3月の新生活応援セールですっていうことで、じゃあそこまで様子を見ようと思ってね、じりじり 10R の限界を感じながら待ってたわけですよ。で、いざ3月ね、新生活応援セール始まったかなと思ってストア見たら、新生活応援セールはピクセル10に適用します。そして 10A 出すよって。ふざけんなと。結局ね、10A はまだ出てないんですけど、9A と大差ないんですって。細かいところを見ると、ワイヤレス充電の速度が上がってたり、素材が強化されていたりっていう違いはあるんですけど、搭載されてるね、チップも 9A と 9A と変わらないから、もう10と比べると若干下位モデルっていうね、10A がね。で、背面がね、背面がね、完全フラットみたいなので、
私みたいに置いた時のガタつきがすっごい嫌だっていう人は 10A すごいいいと思います。色もね 9A より濃いので、私の好みとしては 9A の淡い感じだったので 9A を購入する意思も変わらんと。10A のね情報が解禁されたことによって楽天とかの市場では少し値下がりが起こったんですよ。多分キャリアがね在庫処分始めるっていうので、その関係で少し安くなったっぽくって、それでね結局楽天で69,000円でブラックフライデーの時に見てた最安値とほぼ変わらない金額で購入できました。長かった。で、実際の使用感なんですが、もうめちゃくちゃいい。まずね、持った感じ 10R より若干細長くなった印象なんですが、重さが全然違うんですよ。数字で見るとなんか 8g しか変わらないみたいなんですけど、もっと軽く感じます。そして素材がね樹脂って書いてあったんですけど、なんかちょっとサラッとした質感なので、昔のね iPhone みたいなアルミ的なね感じがします。持った感じすごいこう手に馴染むような感じで、色はねもうこの色が欲しくてこれにしたから超可愛い。そして多くの人がねちょっとネックになるかなって思うデータ移行なんですけど、今回ね iPhone から Android のデータ移行なので、ちょっと Android はねスマホ歴でも触ったことがないので iPhone からの移行ってどうやるのかなって思ってて、ちゃんと調べろよって感じなんですけど、電源入れたらね全部ピクセルがね指示してくれるんですよ。ケーブルでねスマホ同士つないだら勝手にデータ移行の準備を始めてくれるんですが、それがね3時間かかった。なんかねどうも7年前の 10R は 9A からしたら化石文明だったらしくて、何回も AI にねもう1時間経つけど大丈夫とかって聞くんだけど、中止するリスクの方が高いからおとなしく待っときなさいって言われて、じりじりね待ってたんですけど、その間9A のね画面は触れるんですよ。だから左下になんか三角ボタンがあって、なんだろうなと思ってペッて触ったらね戻っちゃって、工程が嘘でしょと思って絶望したんですけど、結果的にその戻ったことによってなんかがこううまくいったらしくって、そこからスッとねデータ移行できました。本当にね家電とかもそうだけど、使えるからって対応年数をね無視してはいけませんね。ちゃんと適度にね最新モデルに変えていかないといけないんだなって痛感しました今回。でその後ねサクサクこうデータ移行してくれたんだけど、ピクセルのねすごいところでね iPhone のホーム画面で設定してたこうアプリの並びとかそのままね移行してくれるんですよ。だからその Android としてアプリをダウンロードし直す必要はあるんだけど、なんかそれも勝手にやってくれたし、本当スマホにお任せしてたら全部やってくれました。そのなんかシステムの用語とかアイコンとかが iPhone と違うから、そこでちょっと戸惑うんですけど、基本的な操作はね iPhone と変わらないので、今のところ特に拒絶反応は全くないです。なのでデザインもお気に入り、価格も満足、スペックはオーバーっていうことでね、ものすごいいい相棒をね手にしました。これはね、私がその Google といろいろ
やってっから、感じるのかもしれないんですけど、なんか iPhone からピクセルに移行すると、なんかね、スマホっていうよりちょっとパソコンに近い匂いを感じます。アドセンスの管理画面とか YouTube のね管理画面とか全部 Google だからね。で Google アカウントにログインして、そこを中心にいろんなことをこう操作していくので、ピクセルは。だからなんか、すごい、Google 収納するスマホです。そう、Google っぽいスマホです。なんか、ちょっと、変わってる。で、まだね、便利機能とか、全然チェックしてなくて、夫からしたらね、なんでチェックしてから買わないのっていう感じだったんですけど、だってさ、化石文明からしたらさ、何買ってもすごいんだろうって思ってたから、そこあんま重視してなかったんですよね。どうせ何を買ってもすごいんでしょって思ってたからね。完全にデザインとね、コスパ重視で選んだんですけど、なんかジェミニをね、結構ほぼほぼフルスペックで使えるっていうことだったので、そのあたりね、これからどんどん発掘していきたいなと思っています。もしね、iPhone 高いなとか、そろそろ iPhone 以外のスマホにしてみようかなってお考えの方は、ピクセルいいよっていうことでおすすめしていきたいなと思います。で、ピクセルの10はね、ピクセル界隈ではハイエンドモデルって言われてるので、スペックももちろん 9A より上がりますから、まあ、どんな機能をね、重視するかでご検討されてみてはいかがでしょう。さて続いては、あなたの日々を彩る一本のコーナーです。このコーナーでは、映画オタクの私がぜひ皆さんに体感してほしいと思う映画をご紹介しております。今回ご紹介するのはこちら、ダヴィンチコードです。ネタバレしないように語っていきますので、まだ見たことがない方もご安心ください。で、早速なんですけど、ダヴィンチコードはね、2006年の映画です。ルーブル美術館で起きた不可解な事件をきっかけに、宗教象徴学者のラングドン教授がレオナルド・ダ・ヴィンチの作品に隠された暗号を読み解きながら、歴史の裏側に眠る巨大な秘密へと迫っていくサスペンスミステリーです。この作品ね、実は原作小説があって、ダン・ブラウン著作のロバート・ラングドン教授のシリーズ第2作目の映画化となっています。小説の1作目はね、天使と悪魔で、これは映画としてはダヴィンチコードの続編として映画化されています。シリーズを通してね、謎解きがテンポよく進んでいくので、見ていて引き込まれる作品ですね。絵画の背景とか宗教の背景の知識がないとちょっと難しいんですけど、主人公のラングドン教授になったつもりで見ていくと、自分でこう謎解きをしたりとか、美術館の裏側に入っている気になれて、面白く見られるんじゃないかなと思います。監督はロン・ハワードさん。バックドラフトとかアポロ13とかビューティフルマインドなどなどね、数々の名作を手掛けてきた巨匠ですね。一応ね、ロバート・ラングドン教授のシリーズとしては3作品あるんですが、3作品ともね、このロン・ハワード監督がメガホンを取っていらっしゃって、全部面白いです。1作目はね、脚本を秋葉ゴールズマンさんが務められていて、I am Legend とかスタートレックシリーズ、ミスター&ミセス・スミスなんかの制作に携わってらっしゃる方なので、
この作品でもね、スピード感のある展開とスリル満点の謎解きを楽しむことができます。キャストもね、豪華ですね。ラングドン教授をトム・ハンクスさんが演じています。ラングドン教授がね、宗教象徴学の権威っていう役柄なんですけど、トム・ハンクスさん、こういうね、学校の先生とか政治家とかね、本当によくお似合いですよね。お父さん味というかね、なんかちょっとこう、理知的な役がね、ハマりますよね。で、ラングドン教授と一緒に謎解きをすることになるソフィーという女性がいるんですが、ソフィーをオドレイ・トゥトゥさんが演じてます。フランスの役者さんなんでね、ご存知ない方もいるかもしれないんですけど、アメリとかでね、見たことがあるっていう方もいると思います。こう、なんていうか、甘めのね、お顔立ちしてらっしゃるんですけど、ラングドン教授を振り回す感じのね、勢いのあるキャラクターを演じています。他にもね、ロード・オブ・ザ・リングシリーズのガンダルフで有名なイアン・マッケランさんとか、マーベルシリーズのね、ビジョンで有名なポール・ベタニーさんなど、いろいろね、出演されてますよ。一応ね、シリーズの、有名なキャストもご紹介すると、映画2作目の天使と悪魔にはユアン・マクレガーさんが出演されてますね。スター・ウォーズシリーズのオビワンで最近は有名ですね。で、3作目インフェルノでは、これまたね、スター・ウォーズのローグワンというスピンオフ作品があるんですけど、その作品の中でジンという素敵なキャラクターを演じたフェリシティ・ジョーンズさんが出演されてます。で、このダヴィンチコードでは実際にルーブル美術館で撮影がされてるんですが、そのルーブル美術館がね、映画の撮影を許可したのはね、この作品が初ということで、すごい貴重な映像を見ることができると思います。まあ、どこまでがね、本当かっていうのはわからないんですけど、美術館にはこんな秘密が隠されているのかもしれないとか、あの絵画にはこんな意味があったのかもしれないっていうね、妄想をかき立てるようなリアルなストーリーになってます。私は原作小説も読んでるんですけど、実在する教皇とか地名がたくさん出てくるので、初めて読むとちょっと疲れるかもしれないです。まあでもね、地図とか関係図とかをね、調べて見ながら見たくなる難解な物語なんですけど、すごく面白いので、ぜひ見てみてください。はい、今回は、やっと手に入れたピクセルの話からね、謎解き映画まで、また盛りだくさんな内容でお送りしてきましたが、いかがだったでしょうか。なんかね、映画の話とかは、リアルタイムの話じゃないから、結構前に見たやつの記憶をたどって語っていたりするんですよ。大体はこうネットで調べてあらすじとか、あ、そうだそうだ、こうだったって思い出しているんですけど、映画の話するとね、また見返したくなりますよね。でも映画とかアニメって自分的にはね、結構見る前に気合い入れて挑むので、寝る前にね、なかなかこう最近は見るモチベーションにならなくて、見たいと思ってて見てないものもたくさんあるし、もう一回見直したいものもたくさんあって、そういう作品をね、こうインプットする自分ももう一体欲しいなって常々思ってます。で、今回ね、ちょっとね、ご連絡がありまして、今ね、この収録を3月上旬に行っているんですが、3月のね、中旬から早くも次女がね、春休みに突入します。で、長女も3月後半には春休みに入って、2人とも4月の上旬までまたお休みなので、日中のね、作業タイムがお預けになります。
で、YouTube の方はね、子供たちいない間に収録してるので、ちょっと更新頻度が下がるかもしれません。今もね、そんな毎日更新とかしてるわけではないので、一応ね、一月に3本ペースを目安に、目標にコンテンツを上げたいなと思ってやってるんですが、ちょっと4月は3本上げられないかもしれないです。変わらずね、ブログの方はちょこちょこ更新していると思うので、そちらを見たり、ぜひ動画のね、アーカイブをご視聴いただけると大変喜びますので、よろしくお願いします。で、ブログの方はね、毎度のご説明になるんですけども、夫と共同でしょうちゃんファイヤープラスというブログを運営しています。最近はね、また、昔の記事をね、リライト作業したり、ちょっと構成を練り直して書き直してっていう作業もしたりしているので、ぜひチェックしてみてください。ということで、見習い主婦ブロガーの独り言ラジオ。もう5回目だって、すだちりんごでした。したっけねー。